どうもー、ベルです。今回はグランドマフィアの戦闘攻略ということで、戦闘レポートの解説をやっていこうかなと思います。先日、州長戦の征服シーズンの方で、FGF とガチバトルをしていったので、そのレポートを今回から見ていこうかなと思います。もう結構レポートの数が多いので、何回かに分けてお送りしていこうかなと思います。では、前置きはこれくらいにしておいて、早速見ていこうと思うんですけども、まずは、こちらのレポートですね。で、こちらが使用している構成は、だいたいアバウトに言っちゃうと、785ですね。で、今回、うちが防衛してるときって、もうかなり785を多用してて、なんで、多用してるかっていうと、使いまくってるかっていうと、785って、もう格下を相手取るときに、本当に負けないんですよ。今って、ギャング単種、シューター単種、バイカー単種。もうこの3つがバンバン、攻撃側だと使われてると思うんですけども、ステータスに差がある状態だったら、もう785のギャング受けで全部受けれるので。で、785。すなわち、442系統ですね。そして、この442の倒し方。これって皆さんご存知ですか？以前、442についての動画の方、投稿させていただいてまして、その動画でお話しさせていただいたんですけども、442は505で倒します。442についての詳しい話は、この動画の概要欄の方に、リンクを貼ってますので、そちらよりご視聴いただけると嬉しいなと思うんですけども、普通の442だと、どうしても505を撃たれた時がだいぶきついです。ただそもそも、442に対して505を撃てばいいっていうことを、知ってる人がめちゃめちゃいるかって言われると、おそらくそれってノーで、その攻略を知らない人って結構多いので、なので、その面からも、やっぱり442っていうのは、有効、攻略法がそこまで知れ渡ってないので、有効なのかなっていうのもあるんですけども、442から5%だけギャングをバイカーに変えることで、もし505を撃たれても、まだ戦いになるんですよ。あと、ギャング単種相手にも、442よりかは戦えるので、今回は格下相手に、防衛側で全対面勝ちに行くっていうことを、念頭に置いてるので、今回は785、対応しています。で、このレポートの解説に戻ろうと思うんですけども、こちらは、相手はギャングの単種ですね。で、こっちがバイカー受けできてるので、もう、ご覧の通り圧勝ですね。これギャング受けだと、結構互角に近い戦いになるんですけども、もう変更が間に合っちゃえば、もう圧勝できるんで。ただここで一つ、注意が必要なのが、最初っからバイカー受けしちゃうと、これシューター単種撃たれた時に、もう大敗北を喫してしまうので、もうあくまで基本はギャング受け。で、変更が間に合えば、相手がギャング単種打ってきた時には、バイク受けに変更していただくのが良いのかなと思います。では次のレポートを見ていきましょう。こちらのレポートですね。で、このレポートなんですけども、受け側の構成は、ほぼ、均等みたいな感じですね。ただ、これ見ていただきたいのが、こっちがギャング受けしてるのに、相手がギャングを当ててきてるんですよ。で、そういう時って、ギャング単種で攻撃してる側って、もう全部の装備だったり、ジュエルだったり、ファミリークリスタルだったり、英雄のステータスを全部ギャング1点に絞れるので、本来だったらもっと差が少ないはずなんですけど、なのに、この差ですね。ちょっとステータスは見せれないんですけども、
ほぼ、ステータスは、三種均等に、防衛が振ってても、これだけの差があって。ただ、これ今回、攻撃側の方の英雄構成だったり、高級装備構成が、ちょっと、間違ってるところもあって。まず、この英雄構成なんですけど、相手、ニヒリスト使ってるんですよ。もうこれ本当に大きな声で言いたいんですけど、ニヒリストは本当に弱いので、マジで使わないようにしましょう。で、なおか、もう彼使うんだったら、無課金英雄のマイクとか、死神使った方が全然強いので。で、あと、この一人目に、タイタンが装備してる高級装備ですね。アサルトライフル装備してるんですけども、これ、一人目に高級、攻撃アップの高級装備つけちゃったら、この5人目の、高級装備が発動しないんですよ。なので、タイタンと、スロットの高級装備、これ逆につけなきゃいけないんですよね。もちろん焦ってたのもあると思いますし、じゃあこれを仮に、じゃあニヒリストを、死神に変えていって、アサルトライフルとスタングレを付け替えたからといって、この差まくれるかと言われたら、それは絶対にノーなんですけど、でももっと差が縮まったことは間違いないので、僕も本当やりがちなんですけども、そこは皆さんご注意いただければと思います。はい。では、次のレポートなんですけども、次のレポートが、こちらですね。で、こちら受け側の兵士構成が、344。ちょっとこれだと、6、6.5、7.5みたいな。ちょっとバイカーが、だいぶ多い構成なんで、だいぶってほどでもないですね。ちょっと多い構成なんですけど、今回、ギャングの HP に、ファミリークリスタルとか、いろいろ振ってるわけではなくて、もう本当HP のステータスも結構均等に、振っていて、なおかつ、バイカーが一番多いじゃないですか。で、そうすると、相手のシューターに対する打点っていうのが本当になくて、その結果結構、接戦になってる感じですね。本当私これ何度も言ってるので、聞き飽きたわという方多いと思うんですけど、シューターが一番攻撃力高いので、もう攻め側で困った時は、とりあえずシューター単種打とうっていう環境なので。なので、まずこのシューターの、相手がシューター単種を打ってきた時に、ちゃんと対抗できるかっていうのを、バランス構成を作っていく際には、考えていただくのが良いのかなと思います。で、次のレポートなんですけども、こちらはちょっと、負けてしまったレポートですね。こちらは、シューター受けしてれば、相手バイク単種なので、もうめちゃめちゃ美味しかったんですけども、ギャング受けしちゃったことで、負けちゃったレポートですね。ただ、このレポートで言いたいことって、そこじゃなくて、ギャング受けするときに、シューターを減らしすぎちゃうと、こんな感じで、相手がバイカー単種できた時の打点がなくなっちゃうんですよ。その結果、負けてしまうことが、かなり起こります。なので、このような平行線の場合には、基本的には、ギャング受けをせずに、相手の、バイカー単種を見ていける、シューター受けをしていただくのが良いのかなと思います。ただ、逆に、それを相手が分かってるからこそ、こちらがこの平行線で、じゃあシューター受けをしたときに、有利をつくために、シューター単種だったり、ギャングメインで、攻撃してくるっていうことがあったり。で、そうすると、このギャング受けっていうのは正解になるので、そういう駆け引きとかを、かなりしていけるのが、このゲームの戦闘の面白いところなのかなと思います。では、あまり戦闘レポート解説を、長くやっても仕方ないので、最後に2つ、レポートを見ていって、この動画を、締めたいと思うんですけども、
次はこちらのレポートですね。これは、受け側が、バイカー多めの866で、シューター受けをした感じですね。ただ、これは、相手が、シュータースクエアのギャング単勝を打ってきてるんですよ。で、これ、どういうことかというと、ギャングを横端2列に配置するために、シュータースクエアを相手は使ってます。ただ、今回、防衛側もシュータースクエアなので、シューターが横一列に配置されてるんですよ。なので、この端2列に配置されてる、攻撃側のギャングは、本来、相手のシューターが全滅するまで、シューターを攻撃しきりたいのに、防衛側の、この横端2列に、配置されてるシューターしか攻撃できなくて、早く2列目に、攻撃したい場合は、今回みたいに、横端2列に、その兵科が配置されている構成。ギャング単種だったら、シュータースクエア。シューター単種だったら、ギャングアサルトのように、打っていただくのが、正解になるんですけど、今回は逆にそれが裏目に出てしまった感じですね。これ相手が素直にギャングスクエアのギャング単勝を打ってたら、もっと差は縮まってたので。で、このあたりの駆け引きも、レポートを見ていく上で、非常に面白いのかなと思います。では、最後のレポート、見ていきましょう。こちらのレポートですね。これは、防衛側が、785で、相手のシューター単種を受けたレポートになるんですけども、これぞ785の強みですね。相手のシューター単種をしっかりと封殺できる。ただ、同格の相手だったら、相手がシューターを横端2列に配置するために、ギャングアサルトを使うと読んで、こっちもギャングアサルトを使うのか。で、その逆を読んで、普通に、ギャングスケアを使っていくのか。同格のシューター単種相手に、じゃんけん勝負ができて、なおかつ、他の構成も広く見ていけるのが、785の強みなので。で、これってなかなか他の構成だと、どうしても大きな弱点があったりするので、この785は、もちろん505がきつかったりするんですけど、かなり有効な構成なので、ぜひ受け構成の選択肢に入れていただくのが良いのかなと思います。はい、ということで、今回のレポート解説は、以上とさせていただこうと思うんですけども、まだまだ、紹介したいレポートたくさんあって、私が打ったレポートも、まだ紹介できてないので、次回以降のレポート解説もご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄のリンクより X のフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。